ラフルタウン初開地。はい、始まりました。この番組は日本一の移民の街から日本一の共生の街へ、お互い様の心で在住外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エイジアンと廿日市市国際交流協会外国人相談センターの運営でお送りいたします。お相手はエイジアンの栗林克之と、はい、私多言語相談員コータでお送りいたします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。カラフルタウン廿日市ですが、今回でもう第46回目の放送となりました。はい。素晴らしい。で、今年からですね、リニューアルしてですね、多文化共生をテーマにですね、やっております。はい。前半16時30分頃までは廿日市市国際交流協会のコーナーで、その後後半はエイジアンのコーナーでお送りいたします。共通のテーマは多文化共生です。今回のね、スタジオゲストは中国出身の立石さんにお越しいただきました。はい、立石です。はい。で、サブゲストとして、廿日市国際交流協会広報誌、ブロッサムの橋本編集長にお越しいただいております。はい、本日もどうぞよろしくお願いいたします。それでは少し自己紹介を、はい、立石さんからお願いします。立石優香です。立石は主人の名字で今経過してから使っております。中国から来ましたので、前の自分の名字は孫と申します。よろしくお願いいたします。はい、それでは次橋本です。私ブロッサムの編集長もしてるんですけれども、今月はイベント情報が3つもご案内したいと思っておりますので、その案内を後でお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今回もですね、橋本編集長にね、はい、今回ももう盛りだくさんということで、そうですね、はい、はい、このねブロッサムね、月1回出してるんですけどね、いつもさまざまな情報たくさん来てですね、はい、はい、いつも、来ていただいております。はい、また後でお楽しみください。はい、はい、立石さんもですね、うちの廿日市国際交流協会の外国人相談センターでですね、いつも仕事をしておりまして、はい、なんかもうまさにここがですね、廿日市国際交流協会の、事務所のようになっておりますけどね。すみません。そうですね。はい。はい。変なのがありますですね。はい。まあそういうことでですね、今回もですねやっていきたいと思います。はい、それではですね、少し早いですがですね、まずですね、廿日市国際交流協会のですね、コーナーから行っていきたいと思います。はい。はい、国際交流廿日市。はい、というわけでですね、ラテンの音楽でいきたいと思います。はい、前半30分は国際交流協会よりお伝えいたします。はい、2つのコーナーがあります。1つ目は How to 多文化共生コーナーです。多文化共生や在住外国人に関する気になった記事などを私がご紹介いたします。2つ目はニュースレター廿日市ブロッサムコーナーです。廿日市市国際交流協会の月間広報誌ブロッサムからイベント情報、コラム、優しい日本語などをお伝えします。エンディングではですね、私コータが、世界を回って見つけてきたですね、世界の音楽をお届けしようかと思います。はい、それではですね、まず一つ目がですね、How to 多文化共生ということで、このコーナーではですね、多文化共生や在住外国人に関する気になった記事などを私が選んでご紹介いたします。ちなみにですね、多文化共生という言葉ですね、最近聞くことも、そうですね、時々目にすることが増えたかなというふうに私は思ってます。はい、はい、ですがですね、なかなかですね、言葉は聞いたことがあるけれど、そのね、詳しい内容を知らないとかですね、よく聞かれますのでですね、ちょっとここでですね、定義というものをお伝えしたいと思います。お願いします。はい、多文化共生では異なる国籍や民族を持つ人々が互いの文化的な違いを尊重し合い、対等な関係を築きながら
地域社会の構成員として共に生きていくことを示しますということでですね、なるほど、まずあくまで対等であって皆さんでね、外国人といっても地域社会もう地域に入られたら同じ廿日市市民ですので、同じ住民としてですね、共に生きていくっていうことが、大事になると思います。はい、そこでですね、今回、とてもいい記事を見つけてきました。商工廿日市って見た方おられる、商売されてる方は、そうですね、商工会にね関する方は、うちの国際交流協会もね毎月、回ってきてますし、商工会にもこの会報があります。その3月号でですね、特集外国人採用のアプローチ、地元企業の実践事例を紹介というですね、いい記事を見つけましたのでですね、興味深いですね。こういうようなですね、外国のね、従業員の方とですね、楽しそうなですね、写真もカープ見に行って写真があったりとかですね、あります。そこでですね、ちょっとじゃあ、記事をですね少し読ませていただきます。廿日市市ではですね、2024年4月に外国人相談センターを開設し、外国人の生活面をサポートする施策を進め、暮らしやすく働きやすい選ばれる地域を目指していますということでですね、医療法人宮内さんのですね、記事があります。現在はミャンマーからの外国人実習生を中心に10名が在籍しているということでですね、こちらの廿日市野村病院を中心した、医療介護サービスを提供されているということです。そしてその記事でですね、従業員や利用者に評判上々ということで、外国人の雇用については市長が事業計画の中で発表しており、従業員には周知していました。配属時にやってよかったのは、従業員の前で外国人実習生の私の夢を発表する機会を設けたことです。目標や日本語スキルを従業員と共有する良い機会となりました。ご利用者様の反応についても心配をしていましたが、日本語に慣れていない外国人実習生はより丁寧にゆっくり言葉をかけるので、高齢者にも評判が良かったとのことです。いいですよね。本当あったかい記事だなと思って、私も読ませていただきました。さらにですね、こう話されております。地域ぐるみで交流の場を、職場の近くで住居を探してますが難しいこともあります。地域ぐるみで受け入れに寛容になってもいただければ良いと思います。また彼女たちも仲間が欲しいと思っていますので、地域で交流できる場所やイベントを提供できればと良いと思います。この寛容っていうですね、キーワード、今本当にね、日本でもね必要な、そうですね、その機会で港地域が交流できる場所になりますよね。ですね。よく言われるのがね、ゴミ出しとかね、ちょっと間違えたり、日本人でもね、私でも時々ね、間違えて出してねことがありますのでですね、寛容になってちょっと優しくですね、そうですね、やっぱり違うねところで地域でですね来てね、ルールとかわからないと思いますので、そういうところもね優しくしてもらったらという、お話でした。もう一つですね、株式会社ひまわりフーズさんっていう製麺所として70年実績を、つけ麺とかですね、そういう麺を作ってる、多分皆さんも食べられたことはあるかなと思うんですけれどね、そこではですね、現在ベトナム人からですね、3名ですね、インドネシアから1名、来られているということで、そこの記事で迎え入れる覚悟とされています。迎え入れるにあたっては住環境を整えるのに準備や費用がかかり、採用後は帰国のため1ヶ月間休暇を取ることもありますが、そういったことは全て飲み込むしかないと思っています。だけど彼らは業務を一生懸命覚えて勤勉に働いてくれます。うちにとっては重要な戦力です。外国人だから気にかけて話しかけるようにはしていますが、特別扱いはしていません。
日本人でも外国人でも能力に応じて昇給できる、そんな会社になりたいと思っていますと言われてます。覚悟ですね。はい、そうですね。準備と覚悟ということでですね、はい、まああれですね、中国でもですね、旧正月とかですね、そうですね、帰ることとか、まあ帰る旧正月でね、まあ家族がみんな集まる時期になりますので、一番大事なお正月祝日なので、帰る人が結構多いですね。大体、2月とか1月2月ぐらいでしたっけ。まあ、旧暦で新春の1月1日になりますので、その時1月、1月終わり2月の初めが多いですね。ですよね。はい、そういう時もですね、やはり日本の正月と違ったりとかしますし、やっぱりね、海外なので結構時間もかかるのでですね、そういうのもね、はい、従業員の考慮をしていただけたらというような話でした。そして最後もう一つですね、共に住みやすい環境をということで、これから外国人が定着していくには子育て環境の整備など地域ぐるみで受け入れていくことが大切だと思います。廿日市市に長く住みたいと思ってもらえばいいですねということで、こちらのですね、ひまわりフーズさんもやはり地域ぐるみで、ね、いい環境を作ることが大事だと、はい、そうですね、話されておりました。やっぱり本当にこちらにもありましたが、暮らしやすくですね、働きやすいという選ばれる、町、選ばれる廿日市を作ろうということではですね、もうこの会社さんもそうですし、地域、私たちも含めてですね、みんながですね、一緒に協力していくことが大事かなと思いました。そうですね、やっぱり私たちが目にする、ね、外国人の方も増えてきましたので、年々来られている方を、ね、定期的にどんどん追加という形で増えてるんじゃないかなというふうに思っているので、私たちの方もね、住民の方もだんだんそこに慣れてくるっていう期間にも長くなっていくと、より生活もしやすくなっていくんじゃないかなと、半分期待も込めてるんですが、寛容にという言葉は、響きました。で本当にこういうですね、開放誌、商工会の開放誌とか、そういうところでですね、なかなかね、仕事してると交流の場とかね、外国の方もね、顔が見えないっていうことがあるんですけど、どんどんこういうようなですね、開放誌とかでですね、出てもらったら、その開放誌も私もちょっと読みましたので、で中にもやっぱり当初が出しても日本人が応募しなくて、それで外国の人材が採用になりますので、そしたら共に働くとやっぱり働きやすい環境が作らないと、なかなかちょっと難しくなります。はい、ということで、記事の紹介でした。はい、それでは次のコーナー行ってみたいと思います。ニュースレター廿日市ブロッサムということで、そうですね、ここのコーナーは、廿日市市国際交流協会の月間開放誌ブロッサムからイベント情報などを私橋本がお伝えいたします。先ほどの少しね、立石さんの話にも出てきましたが、3月号の特集はなんとトップページ春節の記事でした。少しご紹介させていただきます。春節は中国の伝統的な新年の行事で、東アジアや東南アジアを中心に広く祝われる重要な祝日です。毎年旧暦の新月の日、春節の前日から旧正月の休みが始まり、約14日間続きます。この時期は多くの文化的な活動や伝統行事が行われ、中国をはじめ台湾、香港、マカオ、シンガポール、マレーシア、ベトナムなどで特に盛大に祝われます。廿日市外国人相談センターの相談員も、この大切な春節期間は母国へ戻りました。昨年の統計で廿日市市の在住外国人は廿日市市人口の 1.42% を占めていますが、その半数以上はアジアの国籍です。私たちも彼らの文化を学び、違いを尊び、お互いの理解を深めていきたいですね、ということで書かせていただきました。
少しねせっかく立石さん来られているので、春節のことをねちょっとお伺いしたいなと思ってました。そうですね。今年も私がお正月で6年ぶりですかね、中国に戻りました。そうなんですね。そうですね、中国でお正月過ごすのが本当に長いというか、忘れるほど長くなってますので、中国の春節が、中華民族にとってもともと重要な伝統のお祭りですね。それで清明節、端午節、中秋名節とも中国の四大伝統祭りの一つとみんなに知られております。そうですね。食べ物とか何か有名なものとかあるんですか？そうですね。多くのところが北の方が水餃子、結構食べますので、南の方がお餅食べます。食べるところがちょっと多いですね。違うんですね、食べ物もね、北と南で。そうですね。主に大晦日からお正月の5日までかな、餃子が、毎日大変だから3日間ぐらい出てる時が多い。ぜひまた今年はね、その水餃子のこともね詳しくね、1年間の中で伺っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは今月は続きましてイベント情報をね3つお知らせしたいと思います。今日チラシの方も持ってきていますが、1つ目、第2回英語で宮島ガイド、これですね。はい、宮島の観光名所の主な場所を説明する現地実施型の講座を開催します。昨年10月に大人気で開催したいんですけれども、実は雨天でねほんとちょっと大変でした。今回はその悪天候のリベンジ講座ということでもあります。宮島へ観光客が本当年々増加しているんですが、英語で宮島の通訳をする方ちょっと不足しているみたいです。地元の世界遺産を英語でどのように紹介するのか、宮島観光の案内プロフェッショナルよりも学びませんか？日時のご紹介です。4月12日土曜日10時から12時まで宮島で行います。まず渡っていただいて、名所を歩いて巡りながら学んでいきたいと思ってます。講師は田村仁さん、定員は20名で現在受付中となっています。これとってもですね、人気の前回のね。そうなんですよ。本当ね、みんな雨でもね帰る人がいなくって、いややるって言ってね集まってくださったんで、ぜひ今回は晴れてねリベンジで実際その場所を巡りながら、もう少し声も聞き取りやすくなりますしね、やっていきたいと思ってます。そうですね。はい、続きまして2つ目いきます。今年はですね、実は被爆80周年を迎えるということで、いろんなところでいろんな特別番組とかあるかと思うんですけれども、国際交流協会も特別講座を設けることになりました。被爆80周年特別語学講座ということで、タイトルは広島を英語で語り継ごうということで、チラシはこんな感じになってます。はい、被爆80周年を迎えるにあたり、カタカナの広島、これ原爆に関することですね。これを英語で正しく語り継ぐための新講座を10回シリーズで開催します。被爆の実相や被爆者の証言など、広島に関する語彙や知識について適切な英語の表現を学びましょう。国内外の多数の国際会議や広島に関する通訳の豊富なご経験に基づきご指導いただける特別講座の開催です。日にちの方ですが、来月4月19日土曜日から開講となります。5月にちょっと連休があるので祝日は除きまして、毎週土曜日10回シリーズで開催、6月まで行われます。時間は10時から11時半までの90分で、講師は谷本秀康先生、場所は廿日市市市民活動センターで行います。定員は10名程度というふうにね、チラシの方にも書きましたが、実は先生の方からですね、若い方、学生さん、今後ね語り継いでいくためにぜひお申し込みくださいというふうに言われております。英検2級以上が資格要件となりますが、ぜひ皆様ご応募くださってね、しっかり学んで語り継いでいけたらなというふうに考えております。どんどんいきますよ。
続いて3つ目です、次は JICA のよろず相談です。これ今月なんですけれども、広島県 JICA デスクの新庄さんが来られ、いろいろな質問にお答えくださいます。今年の JICA の海外協力隊の春募集がね、もうそろそろ始まるんですが、それに合わせての実施ということで、海外協力隊に興味がある、途上国で何かしたい、海外の話が聞きたい方、ぜひお越しください。日時は、3月26日水曜日。これ時間長いですよ、12時から19時までずっとね新庄さんいてくださいますので、ご都合に合わせて足をお運びいただけたらいいかなと思います。会場の方は廿日市市市民活動センター1階会議室となっております。はい、昨年もね仕事が終わって駆けつけてくださった方いらっしゃいましたのでね、今年もねそのように来てくださったら嬉しいなと思っております。はい、以上イベント情報でした。それでは続きまして、コラムやさしい日本語。やさしい日本語とは、外国人や子ども、高齢者、障害のある方々にとって理解しやすいように配慮された簡単な日本語のことです。1995年、阪神・淡路大震災を機に、日本語や英語が理解できない外国人にも情報が迅速に提供できるようにと考え出されました。つまりこの言語形式は、日本語の理解やコミュニケーションに困難を抱える人々に向けて作られています。このような優しい日本語のコツを、今月も福田紀子先生の執筆された記事からご紹介します。今月のタイトルはですね、動詞文で生活の表現を豊かにということので記事を紹介していきます。朝起きて夜寝るまで、私たちたくさんの活動をします。この活動を表すのが動詞です。A を食べて B を飲みます。C で D と E へ行きます。F が G に H をあげました。日本語母語の日本人なら A から H に適切な名詞を入れるのは簡単ですね。それは述語の動詞とお、で、と、へ、が、にという助詞を見れば、どんな名詞が入るかわかるからです。これは日本人が成長の過程で自然に身につけている知識です。しかし外国人にとっては、動詞と名詞の関係を助詞で判断するのは簡単ではありません。一つの文にたくさんの名詞が出てくると混乱してしまいます。そこで分かりやすく話すためには、宮島へ行きます、フェリーで行きます、友達と行きますのように細切れにしてみましょう。 J が K に L をあげます、 J が K に L をもらいますは同じ形の文ですが、授受の方向が違います。会話では確かめながら話を進めることができます。行為や物の移動は図示などで意図が伝わったかを確かめましょう。一般の日本人が使う語彙は約2万から3万語と言われています。一方、優しい日本語での使用語彙は約2000語で、このうち動詞は3000語ぐらいです。理解できる語を選ぶのは日本人にとって難しい作業です。選択のポイントは、1、話し手と聞き手が同じ概念を持っている。2、具体的にイラストやジェスチャーで示せる。3、日本語でよく使うことです。わかりやすい動詞を選ぶ参考にしてみてください。以上、優しい日本語第3回でした。いよいよ私の担当する時間もね、終わりに近づいてきました。今回担当したお届けした内容も含め、毎月発行する解放誌ブロッサム廿日市は、ここ FM 廿日市の情報コーナーや各紙面センターに置いてあります。どうぞ手に取ってご覧ください。最後にお伝えした内容の申し込みや問い合わせ先をご案内します。廿日市市国際交流協会、電話は 0829-20-0116、火曜日から土曜日の9時から17時となっています。どうぞ皆様、お問い合わせやイベントの参加をお申し込みでお待ちしております。
はい、遠慮なくお問い合わせくださいね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。